はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回はこちらリードジョイのセイバープラスコントローラーですね。こちらをレビューしていきたいと思います。リードジョイといえば前作ゼノプラスっていうコントローラーがものすごく品質が高くてですね、あまりにも出来がいいので、大絶賛してしまったという感じでしたが、ついに2作目っていうことでこのスティック対称配置のセイバープラスが出てきました。もうすでに国内でもね Amazon とかで販売されていて、正規代理店さんはサイズさんが担当されているということでね、リードジョイってね新興メーカーなのに周りがすごいしっかりしてるっていうね、ところからも実力のほどがね見て取れるかと思います。そんなセイバープラスですね、じっくり検証してきましたので見ていきたいと思います。そしたら見てみましょう。はい、まずはサクッとスペックの方、モノルの方で見ていきたいと思います。リードジョイセイバープラス2026年1月4日発売というふうに Amazon 上ではなってました。そんなに早くから発売されてたっけっていう感じなんですけどね、多分ちゃんとした情報じゃなさそうかなって思います。色がですね、この黒、ちょっとスケルトンのねブラックと、はい、こちらスケルトンではない白っていう2種類の色があります。個人的にはねこの白は汚れそうだなって思うんで、見た目はちょっといいですけど、スケルトンの黒の方がちょっとおすすめかなっていう感じはするんですけどね。その他ね、細かいスペック検証結果はこちらの方ですね、概要欄の方にページ貼っておきますので、そちらからもチェックしてみてください。価格は現在 Amazon で、どちらの色も8780円っていう価格で発売されてます。このあたりの価格ですね、最近のコントローラーとしては平均的かなと思います。フルスペックで載ってるコントローラーってことを考えると、ちょっと安めかなぐらいかなというふうには思うところですね。はい、そしたらですね、もう本体は出しちゃってるんですけど、付属品類を見ていきたいんですが、結構ねこのセイバープラスに関してはシンプルです。まずこの USB ケーブルですね。結構ね品質のいい布織りされた USB ケーブル 1.5 メーターぐらいかな。めちゃくちゃ長いケーブルではないですけど、こちら付属してます。はい、あと細かな冊子類ですね。ウェルカムカードと取扱説明書っていうのが付属していてですね、取扱説明書には相変わらずしっかりした日本語の取扱説明書もついてきています。すごくね親切だなというところですね。はい、であともう1点ですね。 USB ドングルがついてます。リードジョイと書かれた USB ドングルですね。はい、こちらも付属しているということで、製品というかね部品類としては本体 USB ケーブル無線ドングルだけっていうことで、結構シンプルかなと思いますね。ゼノプラスの方はですね、コンボっていうタイプのね、製品をリードジョイさんから提供していただいたんで、そちらは充電ドックとかもついていたんですけど、今回ご提供いただいたのがこのセイバープラスの通常版ということで、コンボではないので、ドックとかついてないということですね。で本体の方ねここから見ていきたいんですけど、おそらくこのセイバープラスに関しては充電ドックに対応しないコントローラーなんだなっていうのがね、この辺に端子類がないのでね、わかるかなと思います。そういうわけでね、こういう通常版のみの展開ってなってるっていうところで、充電ドック結構気に入って使ってるよっていう方はちょっと注意が必要かもしれないですね。はい、しっかりと対称配置で相変わらずものすごくグリップ感のあるですね、このよいしょ、このね柔らかい、これねしっかり伝えるの難しいんですけど、こういう柔らかいスティックキャップが付属しています。これねこうやって外すことができてですね、はい、これ自体はもうふにゃふにゃのこういうねゴムになってます。これがこのお皿のねスティックの上部にこうはまることによってすごく高いグリップ感っていうのを実現しているっていうものになっていて、これはゼノプラスでもものすごく評判良かったですけどね。はい、そんなスティックとですね、十字キーですね。こちらメンブレンの十字キーっていうことになっているのと、フェイスボタンはマイクロスイッチ、その他のこの辺りのボタンタクトスイッチですね、すべてっていうことになってます。で、LB、RB のところはタクトスイッチになってます。はい。で、トリガーストップですね。こちらオフにして、よいしょ。アナログトリガーにすると、このぐらいのストロークです。
どうでしょう、若干ストロークは短めかもしれないですけどね。この辺りもね、後でちょっとゲームプレイでチェックしていきたいところです。トリガーストップをオンにすると、こんなトリガーストップですね。マイクロスイッチのボタンになります。非常にストロークも短いですし、割とダイレクト感も強くてですね、このトリガーストップは割といいトリガーストップになってるかなと思います。この辺りはさすが抜け目ない感じがしますね。で、見ての通りですね、ショルダーにボタンが2つついてます。はい、ここもマイクロスイッチなんですけど、この押し心地はとってもいいですね。めちゃくちゃ押し心地いいです。で、こう持った時にですね、こんな感じで人差し指がちょうど上に来る、そんな位置に配置されてます。ちょっとトリガーとの距離があるように見えるんですけど、意外とね、押しづらいっていう感じのしないいい位置かなっていうふうには私は感じました。若干ボタンちっちゃいんで、もう少しサイズあってもいいのかなっていう気もするんですけどね。これでもね、全然問題ないかなと思います。で、背面ボタンです。これもね、本当に素晴らしい押し心地のマイクロスイッチになってます。ほとんどストロークないです。ウォークアウトがめちゃくちゃ低いね。簡単に押せてしまうのに、しっかりクリック感があって、押した感触っていうのがフィードバックが来る。素晴らしいこの追加ボタン4つですね。このね、4つのボタン本当に素晴らしいと思いました。で、あと最後ですね、ここにペアリングボタンっていうのがついてますというぐらいで、ボタン類はね、以上になるんですけど、持ち心地なんですけど、プレイステーション配置のコントローラーってね、大きくなりがちかなっていうところなんですけど、持ち心地はね、そこまで悪くないかなとは思います。ただちょっとグリップ太いかなっていう気はするんでね、デュアルセンスと比べたらね、どうでしょう、デュアルセンスエッジと比べると、本体全体のボリューム感っていう意味ではちょっとコンパクトなんですけど、グリップ部分の細さっていうのはちょっとね、デュアルセンスエッジの方が細いような感じがします。この辺からね、根元からちょっと膨らんでるような感覚っていうのがあってですね、ちょっとね、私はゼノプラスの持ち心地すごく良かったんで、この点はね、少し、もうちょっとなんかできたかなっていう気はしなくはないかなっていうところですね。で、あとですね、ここがね結構出っ張っているので、ここの距離がねちょっと長めなんでね、スティックまでの距離、こちらがちょっと長めかなっていうんで、人によってはねちょっとスティックに指をちゃんと置くのにちょっと持ちづらいよっていう感覚になる方もいらっしゃるかもしれないですね。若干手が小さい方にはあんまりおすすめしづらいかなっていうところはあるかなっていう持ち心地ではありました。ただですね、このスティックが対称配置っていうところがね本当に希少なんでね、これががっつりとゲームですね、結構コントローラーにシビアな FPS ゲームとかで使えたら嬉しいっていう方は相当多いんじゃないでしょうか。はい、本体見てきたら、じゃあちょっとスティックの方チェックしていきます。スティックの径に関してはゼノプラスと一緒なはずなんで、プレイステーションサイズになるかなと思います。 17.5mm とかですね、なのでプレイステーションサイズが入って Xbox サイズもこのね縁これ柔らかいんで無理やりつければつくかもしれないですけど、基本はねプレイステーションサイズをつけるのがおすすめです。で、スティックのテンション見ていきます。スティックテンションはよいしょ、はい、GS13 Pro を使ってるということで 60g フォースっていうことで、標準的な重さですね。私は 60g フォースぐらいがね一番操作しやすいかなと思うので、ちょうどいいそんなスティックのテンションかなというふうに思います。そしたらね、JS13 Pro っていうことなんでね、スティックの感度カーブチェックしていきたいと思います。はい、そしたらリードジョイセイバープラスのスティック感度カーブの方を見ていきたいと思います。こちらのグラフは左側、こっちがねスティックを左に倒した時で、右側が右に倒した時で、縦軸が入力値になっています。これ、紫色のやつがですねデッドゾーンとかをゼロにしたものですね。感度カーブはリニアのままで、計測しているんですけど、左側に倒した時は比較的ねこのピンク色のリニアな曲線に近かったんですが、右側に倒した時にちょっとですね感度が低いような、全体的に可動域が広いような曲線となっていました。左右感度差がちょっと大きめなのかなっていうのが見て取れるっていうことでね、この辺りをちょっとリニアとの誤差を見ながらチェックしてみるとこんな感じでした。紫の
の方ですね、デフォルト設定の方はやはり右側がちょっと低感度になってます。原因がやっぱりですね、可動域が広いっていうことで、通常よりも 5% から 10% ぐらい可動域が広いっていう、そんな特徴のあるスティックになってしまっていました。右側低感度をちょっと緩和してですね、左側が約 5% 感度が高く、右側が約マイナス 5% ですね、低感度になるようなデッドゾーンの設定っていうのが、エッジのデッドゾーン5を入れるっていう設定になります。これを入れてあげる方が操作感としては良くなってですね、比較的、FPS ゲームでね、強く戦っていけるかなと思うんでね、こちらおすすめになってます。はい、でこの原因ですね、左右感度誤差が出てしまうのはなぜかっていうところなんですけど、ちょっとねこうスティックを横から見てみると分かるかなと思うんですけど、ちょっとね左によってこういうちょっと斜めについてるかなっていう感じがします。どうですかね、そんな感じしますかね。そうですね。なので右側に倒した時の方がこの縁に当たるまでの距離が長くてですね、左側の方は縁に当たるまでの距離が短くなってしまってますね。これは私のこの個体の問題なのか、それとも製品自体にね同じような問題があるのかちょっとわからないです。左スティックも同じようにちょっと左にずれてるっていう感じがするので、もしかしたら個体の問題かもしれないですね。そのあたりですね、ちょっと気になるところではありました。実際のゲームでの操作はですね、エッジのデッドゾーンを入れない状態だと結構こう右に倒した時の低感度差気になりましたけど、エッジのデッドゾーン5を入れるとですね、左右ともにね、特に感度おかしいなっていう感じはしないですし、普通に当てていけるので良かったかなと思います。というわけでね、ちょっとおすすめ設定の方を見ていきたいと思います。はい、リードジョイの設定ソフトの方に来ました。V1.9.4 っていうアプリのバージョンですね。こちらでセイバープラスのファームウェアバージョン 36.16.12 っていうもので一通り検証を行いました。今現時点でこれが最新バージョンということになってます。はい、でまずこちらからですかね、一般設定の方から見ていきたいんですが、おすすめの、ね、設定、特に Apex とか FPS ゲームでおすすめの設定はポーリングレート 1000Hz 最大のものにしてですね、ステップ精度256ってしてあげるのがおすすめです。やっぱりね、ステップ精度は基本的にですね、RC フィルターとかフル L 系のフィルターを使わないのであれば、256段階の設定にするっていうのでね、荒くしてあげる方が強いですね。そんな印象があります。はいね、もっと細かい設定の方を見ていくとですね、ボタンの方の設定はね、追加ボタンだけ設定変えてあげてますということで、ね、スティックの方ですね、特に細かくいじってはないです。出力カーブもデフォルトのリニアっていうところにした状態でですね、エッジのデッドゾーン 52.5% だけ入れてあげます。これが私のね、左スティックの好みの設定になりますね。通常 50% いつも入れてあげるんですけど、これはね、例の 5% 一応デッドゾーンを入れた状態からこっから 50% 入れるっていう風にすると、52.5 になるっていうことで、ただそれだけでね 52.5% って入れてます。別にね 50% でも大して変わらないと思うんで50でもいいと思いますね。はい。で、エッジ形状、こちらね角丸四角形にしてあげるのがいいと思います。右スティックの方ですね、こちらも特にいじってないですね。ほぼ同じかなと思うんですけど、リニアからエッジの設定を5だけ入れるっていうそんな設定変更してて、エッジ形状を角丸四角形にしてあげる、これだけですね。こういう設定を入れてあげてます。トリガーとかですね、バイブレーション、ジャイロ、マジックキーとかね、このあたりの設定特にいじってないですし、サブ設定とかも特に有効にはしてないです。これだけのね、設定変更ということで、実際ですね、ゲームプレイとかも撮影してきました。JS13 Pro っていうことでね、特に感度カーブの設定細かくいじる必要もないっていうところはすごくいいですしね、元から基本リニアなんでね、設定しなきゃいけない項目っていうのはね、少なくて非常にいいかなと思います。はい。で、設定ソフトでできることもちょっとね、細かく見ていくとですね、連射設定50、20、30、50っていうことで、この連射速度が設定できるようになってます。で、設定できるボタンなんですが、コントローラー上のボタン一通り設定できるっていうところと、キーボードのキーですね、これだけ設定できますっていうのと、マウスも設定できます。
スクロール系だけないですね。で、あとマクロですね。こちらも設定できます。マクロは500ステップまで、レコーディングできるっていうことでかなり多いですね。そんな風な設定ができるっていうことになってます。一応ですね、この辺ちょっとマクロにした場合ですね。そうですね、実行方法がタップ長押し長押しでループとタップでループっていう4種類あるのでね、この辺りも結構十分な量があるんじゃないかなというふうに思います。というわけで、私はここは R4 なんで上かな。はい。元に戻しておきました。はい。で、こちらの設定ですね、共有っていうことで、こんな風なね、共有することもできます。こちらの設定のコードをね、後で、概要欄の方に貼っておこうと思いますので、そちらからですね、ぜひ使ってみてください。というわけでね、続いて遅延の方の計測結果見ていきたいと思います。はい、今回もですね、遅延の計測は原発 LA さんの方で、プロメテウス82っていう計測手法の計測結果をね、見ていきたいと思います。ちょっとね、この後、ぼんじりさんのインプットラグスコープっていうソフトのね、遅延計測結果も見ますが、こちらですね、いろいろと大量に、今回は計測したのでですね、一通り消しておきたいと思います。まずは通常のね、有線ケーブル接続の X インプットからですね、スティックが平均 2.96 ミリセカンド、ボタンが 2.59 ミリセカンドっていうことでした。まあね、十分すごく高速かなと思います。最近ね、1ミリセカンド前後っていうのが多くなってきている中ではね、やや物足りなさも感じなくはないんですけどこのぐらいの速度で出たらね、1ミリセカンドを切ってくるようなコントローラーと差が分かるかと言われると全く分からないというところで十分高速なそんなコントローラーかなと思います。でですね、こちらのコントローラーですね、プレイステーションモードですね、 DS モードとか呼んだりしますけどあとスイッチモードあります。プレイステーションモードでもね結構早かったですね、ボタンに至ってはね X インプットモードよりも早いぐらいなんで、プレイステーションモードで使ってAPEX とかでね、ボタン表示を普通の×三角四角丸表示にするとかっていうのはありかなと思います。スイッチモードは若干遅延増えるかなっていうところがあったので、できたらですね、この X インプットかプレステモードかどっちかで、PC では使うのがいいのかなと思いました。続いて、無線ドングル接続の方を見ていきたいと思います。通常の X インプット接続の場合ですね、こんな感じですね。ボタンの方が5.11 ミリセカンドですね。で、スティックの方が 6.42 ミリセカンドっていうことで、若干物足りなさを感じる結果かなと思います。気づけるかと言われれば難しいですが、最大のところを見ていくとですね 8.1 とかっていう風にも出てますから、できればですね、有線接続で使った方がいいコントローラーにはなってるかなと思います。Bluetooth 接続に関してはこんな感じですね。平均10ミリセカンドちょっと超えてきたりとか、最大で18や16っていうのが出ているので、こちらについてはですね、Bluetooth 接続に関しては遅いコントローラーだったということです。はい、続いてぼんじりさんが作成されましたインプットラグスコープっていうね、ラズベリーパイかなで、電子回路を接続して計測するっていうね、かなり高精度に遅延の計測ができるよという風なものを使った計測結果っていうのがこちらになります。これね、なかなか面白い結果で、スティックの遅延がね、ボタンの遅延 1.8 ミリセカンドに対して若干遅めの 2.6 ミリセカンドっていう結果が出ました。このあたりですね、さっきのね、ゲームパッド LA の結果、スティックの方 2.96 ミリセカンド、ボタン 2.59 ミリセカンドっていうことでですね、そこまでね、大きく差があったわけじゃないんですけど、こっちで見ると結構の差に見えますね。で、ボタンの素のね、遅延っていうのは 1.8 ミリセカンドぐらいっていうことで、かなり高速だったということですね。実際は結構速い、そんなコントローラーなのかもしれないですね。スティックに関してはね、あまりそのプロメテウス82と計測結果に差はなかったということです。無線ドングルに関してもね、だいたい似たような傾向ではあるかなというふうに思いますね。はい、続いてですね、PlayStation 5に、ブルックウィングマン P5SKU で接続した時の遅延の検証結果がこちらになります。
有線接続の方が優秀で 67.91 ミリセカンドっていう結果でした。これはデュアルセンス1の有線接続 67.63 ミリセカンドと比較しても 0.3 ミリセカンド弱ぐらいしか差がないということで非常に優秀だったので、こちらはね P5S 経由で、プレイステーション5に接続して使うのも非常におすすめなコントローラーかなと思います。無線接続の場合はちょっと遅かったですね。 72.36 ミリセカンドっていうことで、5ミリセカンド弱ぐらいですね遅くなるっていうことで、基本こちらもね P5S 経由で、接続する場合も有線接続がおすすめなコントローラーってなってます。はい。で、遅延の計測結果、最後にですね、スイッチ2接続時の遅延を計測してきました。で、ここだけちょっとね、話が変わってきてですね、有線接続よりも無線ドングル接続の方が早いっていう、そんな結果になりました。有線接続はプラス 0.39 フレーム差ですね。スイッチプロコン2の有線接続に対して遅れているっていうことで、これもね結構早い方ではあるかなと思うんですけど、やっぱりね1フレーム遅れっていうところがね若干出るっていう感じだったんですけど、無線ドングル接続はねマイナス 0.10 フレームっていうことで1フレーム遅れるっていうことは全く見られませんでした。むしろ1フレーム早いっていう時がちょくちょくあったと、そんな感じの結果になったので、これはねめちゃくちゃスイッチ2にね無線ドングルで接続して使うのにいいコントローラーだったと、そういうことになります。もちろんカスタム基板系のね速いものと比べるとちょっと劣りはするんですけど、全然それらと比べてひどく劣るっていうものではないっていうことが分かりますね。これは本当に素晴らしい結果だったなと思います。スイッチ2用途にも結構ねおすすめですね。はい。で、最後にですね、たまにお見せしているこのスティックの震えですね、ジッターに関してのグラフ、ちょっと見ていただきたいと思います。縦軸、これ、標準偏差と最大、平均からの最大差っていうね、マックスディフっていうのを表示しているグラフで、マックスディフの方がこのオレンジ色の折れ線グラフになってます。で、こちらのコントローラーもそうですし、でゼノプラスもそうですけど、最近の RC フィルター騒動でですね、APEX の公開マッチでも震えを増すような設定を使うことができなくなりましたということで、ゼノプラスもセイバープラスもですね、RC フィルター設定のマイナスっていう設定ができなくなってしまいました。これはね個人的にすごく残念でですね、 RC フィルターの本来持っている特性っていうのはですね、すごくこのコントローラーのスティックによるエイム操作の限界を超えさせてくれるっていうね革新的な技術だと思っているので、ちょっとねその震えっていうところがね足かせになって、そういうね今回マッチでの使用が禁止されるっていう結果になったのは残念に思うんですけど、現状ですねやっぱりコントローラーメーカーとしてはチートデバイスを売るわけにはいかないので、そういう対応をしているところもあったりとかするということですね。これは仕方ないかなと思います。今回ねゲームプレイとかでも RC フィルターの設定0で、使ってきました。で、このセイバープラスですね、最新のファームウェアでステップサイズを32にした時の震えの大きさこのぐらいでした。これは言わずもがなですね、デュアルセンス H の震えが出ている時の震え方と比べても非常に震えは小さいですし、一般的なですね震えの設定ができないコントローラーと比べても特段震えが大きいようなコントローラーではないので安心して使える、そんなコントローラーかなと思います。ゼノプラスとねセイバープラスでね RC フィルター0にした時の震え方っていうのはよく似ているかなっていうふうに思いますね。なのでね私もちょっとね新しいコントローラーレビューするときにもしたまたまそのコントローラーがめちゃくちゃ震えてたらバンされんのかな、どうしようかなってねちょっと不安になってたことがあったんですけど、こちらのコントローラーですね、この計測結果を見る限りね、バンされたりするようなスティックの触れ方をするコントローラーではないですよということですね。はい、そしたらですね、実際ゲームプレイはねこの RC フィルターを使わない設定で遊んできましたので、そちらご覧になっていただきたいと思います。はい、まずは Apex Legends のランクマッチですね。このスプリットのランクマッチをやってきた様子になります。RC フィルターがなしの世界っていうことで、やってるわけなんですけど、やっぱりね RC フィルター全盛期と比べて当て感っていうのは顕著に下がってるかなとは思います。私自身RC フィルターなしでのエイムっていうのはねやっぱりなかなか
下手くそだなっていうふうにね、より良いものを知ってしまったがゆえにというか、そういうふうに思うんですけど、こういうね RC フィルターなしの状態で上手くなりたいなっていうんでね、そう練習しがいがあるなっていう気はしてます。ランクマッチ実際どうかって言われるとですね、普通に戦えてる感じはするんですよね。全然いい感じに戦えてるなとは思うんですけど、なんかね今シーズンプラチナ1、2あたり、ちょっと出遅れたなっていうのもあるんかもしれないんですけど、全然チャンピオン取れないですね。なんかねめちゃめちゃダメージ出しまくってね勝ちまくってるのに、なんかチャンピオンは取れねえなみたいな、そういう試合が続いてて、本当にここ2週間ぐらいはチャンピオン取ってないんじゃないかなって思います。なんかプラチナ帯の難易度は上がってる気がしますね。これはもちろんね私基本ソロなんで、ソロでやってる時の感覚なんですけどね、やっぱりこうプラチナ帯にフルパが増えたりとかっていうのがね、ソロのテストの時にあったので、そのあたりの影響もあるのかもしれないですけどね。で、セーバープラスもね、そういう意味で、特にこう、なんでしょうね、RC フィルターがないっていうことで、特段リニアのスティックですし、デッドゾーン5を入れてあげれば、左右感度差っていうのも、そこまで気にならないっていう中でですね、他のコントローラーと比べて何か違いがあるかと言われると、あんまり違いはないですね、正直。例えば、他のメーカーの優秀なリニアなコントローラーと比べてですね、特段こうどこかが踊ってたり優れてたりみたいなことは大きくはないかなと思います。ただやっぱり特に気になったっていうか気づいたのは、ショルダーボタンとね、背面ボタンがすこぶるいいですよというところです。本当にですね、この追加ボタンの押し心地、軽く押せる感じですね、めちゃくちゃ良くて、でそこが私は本当にいいなって思いました。私はね、この操作してるとこ見ていただいたら分かる通り、特に黒文字とかもしてないですし、この対象配置っていうところにこだわりがあるわけじゃないんですけど、このショルダーと背面ボタンっていうところだけでこのコントローラーにする意味はあんのかなみたいな、そんな気はしているぐらいですね。めちゃくちゃそこはいいかなって思います。ただこうマイナス点としてね、やっぱりその左右感度差っていうのがどうしてもあるので、ゼノプラスと比べてどうかっていうところをね考えるとですね、なかなか難しいところではありますね。背面4ボタンっていうゼノプラスもね、できればショルダーの方がいいなっていうところあるんですけど、純粋にスティックの良さだけでも考えたら、ゼノプラスの方が若干優れてるかなっていう気はします。なのでそのあたりですね、まだね、リードジョイからこれが完璧だなっていうコントローラーは出てきてないかなっていう気はしますね。ただ背面4ボタンでねいいなら全然ゼノプラスがね、今のところ一番スティックの操作感含めて、ベストな選択肢になってるんじゃないかなっていう気はします。ただ対象配置っていうところで言えばね、セーバープラスもね全然ありだと思いますね。はい、続いて Call of Duty Black Ops 7ですね。こちらもプレイしてきました。改めて震えがあんまりないっていう状態で遊んでみるとですね、震えってそれなりに影響あったんだなとかね、そういったことは思ったりしますけど、RC フィルターのね、そもそもの誇張特性みたいなところっていうのもね、結構エイムには影響大きかったんだなっていう風な気はしますね。なんかすごく下手になったなっていうね、そんな感じがするんですよね。本当にね、こういうところとかねすごく痛感するんですけど、なんかいまいちちゃんと追い切れないっていうね場面がちょこちょこあったりしました。この辺りね、改めてこう RC フィルターなしっていうスティックにしっかり慣れたらもうちょっとマシになるのかなっていう気はしてるところです。ただコールオブデューティーをね遊んでてもね、やっぱりこのリードジョイセーバープラスに関してはね非常にいいコントローラーだなっていう風に改めて感じたところですね。デッドゾーン 5% 入れるっていうのは必須級の設定かなって思いますね。このわずか 5% なんですけど結構影響大きくてですね、この特にコールオブデューティーのような近距離戦が多いスティック倒すことがね結構多いようなゲームだとめちゃくちゃ影響を感じます。
なのでね、ぜひね、このコールオブデューティーで遊ぶ方は特にですね、デッドゾーンの設定ちょっとね、入れてあげるっていうのがね、結構ミソなんじゃないかなというふうに思いますね。改めてコールオブデューティーを何回か遊んだんですけど、やっぱりね、敵強いマッチではね、本当に敵強くてですね、全く歯が立たないぐらいになっちゃうんですけど、そのあたりがね、以前の RC フィルターありの時は、戦えてたっていうかね、タイぐらいの成績には持っていけたかなみたいな感じだったんですけど、ちょっとね、今私、なかなかね、敵が強いマッチだと普通にボコられますよ。そんな感じですね。この辺りですね、やっぱりこの RC フィルターがない、スティックに本当にしっかり慣れてですね、上手くなっていかなきゃいけないなというふうには思ったところですね。結構ね、武器とかもね、プレステージランクをちょっと進めたりしてるので、あんまりいい武器使えなかったり、あんまり武器もね、最近のメタと言われてるものに対してあんまり勉強してないんで、そんなに良くない武器使ってたりもするのかなっていうところもあったりしてですね、そういったところもね、難しさになってるのかなと思ったり、あとはね、ショットガンとかスナイパーあたりでね、やられるパターンっていうのもあるので、そのあたりちょっとね、まだまだこのゲームをね、奥が深いなっていうか、やり込めるところがかなり多くてね、ただ APEX もやらなきゃいけないし、コールオブデューティーもやらなきゃいけないし、どうしようみたいな感じですけど、嬉しい悲鳴って感じですね。本当にね、このゲーム自体、日本のね、人口かなり減っちゃってるかなっていうところではあるんですけど、めちゃくちゃ面白いゲームでね、本国ではね、相変わらず人気なゲームっていうことなんで、それもね、わかるなっていう感じがしますね。結構ね、奥が深い、そんなゲームですね。パッとね、遊んでると、これだけできたら、これ以上のエイムはできないよな、みたいな感覚になったりするときあるんですけど、意外とそこから先があるんですよね。それがね、本当に、ちょっとね、すごいなって思うところですね。それはね、APEX とか FPS ゲーム全般に言えることですけど、まだまだ上手くなれるみたいな懐の深さっていうのがね、非常にやってて面白いなって思うところです。最近のね、コントローラー情勢、ちょっとね、なんとも言えない感じなんですけど、もうね、さすがに遅延面とか、あとはね、基本的なコントローラーの出来っていうところではですね、かなり差をね、つけるっていうのは難しいかなと思います。最近結構ね、RC フィルター周りでそのソフトウェアっていうところで大きな差がついてたんですけど、それがね、ちょっと状況変わってきてるっていうところでですね、今後ね、それがどうなっていくのかっていうのはね、一つの大きなトピックかなとは思うところですね。震えない RC フィルターはね、おそらく APEX の公開マッチでも使っても良さそうっていうね、状況ではあるんですけど、じゃあそれが今後、それを踏まえた上でゲームがどう変わっていくのかとか、ですね、コントローラー周りもね、まだそういったものを出してきてるメーカー少ないですから、どうなっていくんだろうなっていうね、それも楽しみありつつ、不安もありつつみたいな感じでね、遊んでいるかなっていうところです。このね、セーバープラスね、RC フィルターなしのコントローラーとしてはもう文句なくね、トップクラスのコントローラーではあるんじゃないかなというふうに思いました。はい、そしたら、スト6の方をやっていきたいと思います。十字キーメンブレンということでね、結構期待できそうなんですけど、どうだろうっていうところを見ていきますね。はい、コンボ練習ね、感想を1回してみたんですけど、結構ね、十字キーは癖が意外とあるかなっていう気がしました。メンブレンなんで、かなり斜め入力は入りやすいですね。ただ、ちょっとね、十字キーのこの、高さが低いですね、かなり。ちょっと見ていただきたいんですけど、この十字キーの高さすごく低くて、押すとほぼコントローラー本体のね、面と辛い位置になるぐらいの感覚っていうのがあって、
この高さが低いのがちょっと私は気になりました。例えばこうなんでしょう、昇竜とか打つときにね、なんか押せてんのかちょっと不安になるぐらいのね、ストロークっていうか短さが気になってですね、ちゃんとこう下まで入ってんのかなこれみたいなね、そんな感じがするっていう。これ今右押してて、でこれで斜め下に入って、これで下入るんですよ。ほとんどこう斜め下から下っていうところのここのね十字キーの変化、押し込みの量の変化がないんで、これがねちょっとあんまり良くないかなっていうふうには思いました。もうちょっとね試してみます。でもメンブレンなんで格ゲー向きな操作感っていうかね、入り方はすごくしてるんですけど、なんかちょっと高さが足りてない気がしますね。はい、何回かやってみたんですけど、やっぱりこの十字キーの癖があるっていうところと、この LB、RB ボタンタクトスイッチなんですけど、若干このね端っこら辺を押すとき入りがちょっと悪い時があったっていうのも気になりましたね。やっぱりこの十字キーのところっていうのがね、メンブレンですごく格ゲー向きな入力の入り方するけど、ちょっと操作感悪いかなっていう感じでした。個人的にはねゼノプラスの方がねこの十字キーは良かったかなっていう気がします。はい、最後にアセットクロサーの方ですね、プレイしてきました。振動に関してですけど、こちら相変わらずすごく良かったですね。とてもねメリハリがあってですね、それが本当にリードジョイの振動結構いいなっていうふうに思うポイントかなと思います。で、アナログトリガーストローク短いかなっていうふうに思ったっていうところなんですけど、実際プレイするとそこはね全然気にならなかったっていうのとですね、あとですねスティックも結構良くて、かなりいいタイムを出すことができたんですよね。相当このセーバープラスはレーシングゲーム向きなんじゃないかなというふうに思いました。やっぱりこう対象配置のスティックっていうところがいいのかちょっとよくわからないんですけど、なんかねすごく操作しやすくて、とてもね良かったですね。なんでなのかなっていうのはちょっとよくわからないですけど、左スティックが上にあった方がね、なんとなく操作しやすそうな気もするんでねよくわからないとこではあるんですけどね、なんかねめちゃくちゃやりやすくて、私自身がこうデュアルセンスエッジにもともと慣れてるからっていうのももしかしたらあるのかもしれないですね。とてもね、走りやすかったですね本当に。すごくね、いいレーシングゲーム向きなコントローラーなんじゃないかなというふうに思います。ゲームプレイ総合してみるとですね、すごくいいコントローラーだったなというふうに思いますね。FPS ゲームも格ゲーもね、十字キー若干癖は強いですけどできなくは全然ないですし、斜め入力入りやすいですしね、この十字キーに慣れればね全然問題ないし、逆にこの十字キーがいいよっていう方ももしかしたらいるかもしれないなっていう感じもありました。総合的にねすごくレベルの高いコントローラーっていうのはね相変わらずリードジョイすごいなっていうふうに思うような、そんなレベルにあったかなというふうに思いますね。はい、そしたらリードジョイのセイバープラスですね、こちらを分解していきたいと思います。まず背面に6つのボタンがあるのでこれを外していきます。普通のプラスの位置ですね。はい、外し終わったら空割りしていきます。リードジョイのコントローラーは結構硬いかもしれないですけど、どっから割るのがいいですかね。定番はグリップからですけど、いけそうですね。グリップから、よいしょ。はい、背面外れました。もう綺麗ですね。
背面ボタンこんな感じですと。一応これ黒いですけどシリコンゴムがここに装着されてます。しっかりと、外れたかな、外れちゃいましたけど、このねトリガーのところの土台の形状とかね、なんかどっかで見たことあるなって気がしますけどね。トリガーストップの仕組みですけど、今がトリガーオン状態ですね。トリガーストップオンの状態で、これをこうするとトリガーストップが外れてこうなると。ここにマイクロスイッチが配置されてますね。ここにこう突き出てるこの支柱ですね。こいつでこのトリガーストップのここを押すことによってここのボタンを押すっていう感じになってますね。はい、カエル製のマイクロスイッチですね。こういう感じ。このねトリガーストップのダイレクト感すごくいいんですけど、若干ここのプラスチックが細そうに見えなくはない。かなりね強度を上げるために太く作られてはいますけど、どうだろうな、人によってはこれで折ってしまうなんてことがあるかもしれない。そのあたりはね実際問題素材の材質どの程度強度があるかとか折れづらいかもあるので何とも言えないですけどね、ちょっとどうなんでしょうかっていう感じです。はい、トリガーストップ以上で背面ボタンのマイクロスイッチ、すごく大きなサイズのカエル製のマイクロスイッチが使われていて、この背面ボタンほんと素晴らしいですね。これはね押し心地抜群に良かったので、やっぱりねそれだけ大きなマイクロスイッチを使ってですね、押し心地にも気を使っているような気がします。はい、そしたらフロントパネル外すために1、2、3、4、5、6ぐらいかな、ネジをここから外していきます。はい、6本外したらですね浮いてきそうですね。よいしょ。はい、よいしょ。いいよ。基板前面の作りはこんな感じになってます。そういう感じなんですね。十字キーはねこんな感じでメンブレンのフィルムの基板が入ってます。はい、で、こちら側フェイスボタンの方はマイクロスイッチですね。かなりサイズちっちゃいですけどカエル製のマイクロスイッチが使われてます。フェイスボタンもすごく押し心地は良かったですね。で、LB、RB のとこはこれですね、タクトスイッチが入ってるっていう感じになります。このね十字キーメンブレンですけど、ここはねちょっとねどうなんだろうなっていうねところはなくはなかったかなというふうに思いますけどね。相変わらずリードジョイ用の K シルバーのねスティックモジュールっていうのが使われてて、刻印がねリードジョイって書かれてますね。こういうところ本当にねリードジョイがどれだけ注目されているかというかね、取引先からもかなり、大事にされているそんなメーカーだなっていうのが分かりますね。はい、こんな感じでした。そしたら、スティックの高さをね測って感度カーブの計測したいっていうのと、あとはね遅延周りですね。今回はぼんじりさんが作成されました PC 接続時の遅延計測ソフトっていうのがありますので、そちらもね使ってちょっと PC 接続時の遅延計測も基板からですね電子回路でやったりとかっていうこともやっていきたいと思います。はい、以上ですねリードジョイのセーバープラスのレビューをしてきましたが、いかがだったでしょうか。とてもねいいコントローラーだったかなというふうに思います。若干このスティックのね左右感度誤差っていうところ気にはなりましたけど、実際のゲームプレイではねエッジのデッドゾーン5だけ入れてあげればねかなり操作感良くなったので、すごくおすすめの設定になってます。
ゼノプラスと比較してどっちがいいかって言われるとですね、やっぱりこのプレイステーション配置にこだわりがある方ですね、これがいいよという方に関してはやっぱりセーバープラスすごくいい選択肢なんじゃないかなと思います。さっき言ったような左右感度誤差とかですね、本当に細かいところを煮詰めているっていう意味では若干ですね、ゼノプラスの方がクオリティは高いかなって思うところがあるんですけど、その差本当にごくわずかですね。例えば格ゲー用途の十字キーだったりとかですねっていうところだけなので、 FPS ゲームでね、対象配置で使うコントローラー探しているという方は一つですね、これが8000円台で手に入ると思えば、決定版としてですね、非常におすすめ度高いかなと思いました。全然この PS 配置にこだわりがないよという方はね、ゼノプラスとかで全然いいかなというふうには思うのでですね、あえてね、こちらを選ぶ必要はね、特にないかなとは思うんですけどね。今回ご紹介したリードジョイセーバープラスのですね、細かいスペックのデータや価格情報ですね、こちらも随時更新しております。スティックカーブの情報とかですね、そのあたりの設定、おすすめ設定とかもですね、こちらに常に最新情報を更新していきますので、ぜひですね、このモノルっていうね、概要欄に貼ってますページの方ですね、参考にしていただけたら嬉しいです。またですね、いろんな口コミの方ですね、たくさん皆さんに書いていただいていますので、こちらですね、ぜひ、ご覧のあなたもですね、口コミを書いていてくださったら嬉しいです。これがね、かなり大きな助けになっておりますので、ぜひね、よろしくお願いいたします。はい。以上ですね。今回の動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録、また、ハイプの方も余裕があったら、ぜひよろしくお願いします。以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。